こんにちは、リリです。もう夏なのに、最近は過ごしやすい気候ですね。さて、前回レビューしたアンバーニックの UMPC Win600 ですが、プレセールでは早々に売り切れていましたね。聞いた話ですが、プレセールは少量生産でやっぱり限定販売だったみたい。7月末ぐらいには在庫が復活するらしいですけどね。さて、今回も Win600 の動画ですが、前回は軽めの動画だったので、今回はメモリ交換の方法、SteamOS、Windows の導入方法、そして Win600 をしばらくいじってみて感じた率直な感想などをお伝えしたいと思います。それでは、行きましょう。Win600 はデフォルトで 8GB のメモリーが搭載されています。このままでももちろん動作はしますが、パフォーマンス向上を目的に 16GB のメモリーを購入しました。メモリーの換装自体はとても簡単です。小型の六角ドライバーと取り付け時の静電気に気をつけて作業します。Win600 の背面にあるこのネジを4本外したら、バックパネルをカードなどを使って噛み合っている爪を慎重に外します。意外とシェルがしっかり噛み合っていて、ちょっと外すのに手間取ったんだよね。構造的には無理やり外しても配線が切れたりはしないと思います。こんな感じで外れました。これがメモリーモジュール。このモジュールを取り外して交換するメモリーを取り付けるだけです。ちなみにこっちが M.2 SSD でストレージを大容量に交換したいのであれば、ネジを外してメモリーと同じ容量で交換が可能です。今回私はメモリーだけを交換します。メモリーの左右のピンを外側に開いて斜め上に引き抜くだけです。交換するメモリーは斜めに刺して上から押し込めばパチッとセットされます。SSD はこれ大容量に交換したいけど、今回は我慢しておきます。わざわざ動画で解説するほどでもないかもしれないけど、Win600 の特徴だからね。一応撮影しておきました。最後に背面のシェルをはめて、ネジを4本締めれば完成です。Win600 はバックパネルが緩い感じなので、少し固くネジを締める方が良いかもね。次は Win600 に Windows をインストールする方法を解説します。ストレージを乾燥したり、初期状態に戻したい時などに必要ですね。必要なツールは USB メモリーとファームウェアデータだけで手順も簡単ですよ。まずは公式ページからファームウェアをダウンロードします。概要欄にダウンロード先の URL を貼っておきますので、チェックしてください。このリンクをクリックして、リンク先でダウンロードします。このページでは、公式のインストール方法の動画もあります。まあ、英語だからわかりづらいかもね。Windows のファームウェアは、このリンク先でダウンロードします。
リンク先は Google ドライブ、ウィルススキャンの警告が出ますが、気にせずダウンロードです。ちなみに、こっちのリンクは、デュアルシステム用みたいです。私は試していません。あまりメリットを感じなかったので。こちらのタブをクリックすると、SteamOS のファームウェアがダウンロードできます。SteamOS を使いたい場合は、こちらからダウンロードしてください。次に、ダウンロードしたデータを解凍して、中身を USB メモリーのルートに丸ごとコピーします。USB メモリーは 32GB 以上、FAT32 であらかじめフォーマットしておきましょう。容量が大きいので、結構時間がかかりますよ。コピーが完了したら、準備は完了です。それでは、Windows をインストールしましょう。まず、Win600 の右側上部のスイッチをマウスモードにします。そして、先ほど作成した USB メモリーを Win600 に挿します。Win600 の BIOS を起動します。BIOS を起動するには、Win600 左側の音量マイナスボタンと電源ボタンを同時押しします。BIOS 画面が表示されるので、USB メモリーを選択します。あとは、自動的にインストールされるので、待つだけです。電源がオフになったら USB メモリーを抜いて電源を投入。Windows のセットアップ画面が出れば成功です。初期化の方法を知っておけば問題が起きても怖くないですよね。売却もできるしね。続いては SteamOS の導入方法です。SteamOS はゲームのパフォーマンスが多少は向上するみたい。何よりもシンプルな操作性が手に入るのがメリットですが、不具合の報告もあるみたいですね。必要なツールは USB メモリーと Steam のファームウェアデータ。Windows と違うのは USB メモリーにはバレないeCharという書き込みソフトを利用します。公式ページから SteamOS のファームウェアをダウンロード。Windows の横のタブ、このリンクをクリックしてリンク先でダウンロードします。それと、eCharを持っていないなら、ここでダウンロードができます。ダウンロードしたら、eCharを起動します。このアイコンをクリックして、SteamOS のデータを選択します。続いて、USB メモリーを選択したら、フラッシュボタンを押します。結構時間がかかるので、終わるまでゆっくり待ちましょうね。書き込みが完了したら、準備は完了です。
Win600 の右側上部のスイッチをマウスモードにして、USB メモリーを Win600 に挿します。続いて、音量マイナスボタンと電源ボタンを同時に押して、Win600 の BIOS を起動します。BIOS 画面が表示されたら、USB メモリーを選択すると、セットアップが開始されます。しばらくすると、システムメニューが表示されるので、B イメージ Win600 を選択して、ダイアログが出たら、プロセスを選びます。実はいまいち理解ができてなくて、動画がうまく撮れなかったんだよね。わかりづらくて、ごめんね。とにかく、OS が起動したら、Wi-Fi 設定まで進めて、Steam メニューから電源を選択してシャットダウン。USB メモリーを抜いて、電源を入れて、アカウント設定をすれば完了します。Windows に比べると、導入するのが少し複雑だけど、それほど難しくはないですよ。SteamOS は、ハンドヘルド OS としては、見た目も操作性も良いですね。だけど、Windows の方が幅広く利用できるので、私は SteamOS 削除しちゃいました。さて、ここからアンバーニック Win600 について本音のレビューをしていきたいと思います。Win600 ですが、アンバーニックが初めて手掛ける Windows を搭載した UMPC カテゴリーのハンドヘルドゲーム機です。ファンから支持を集めるアンバーニックがどんな UMPC をリリースするのか、発売前から大きな注目を集めていましたよね。搭載するプロセッサーは安価なモデルが AMD3020E、高価なモデルが AMD アスロンシルバー 3050E です。私が入手したモデルは性能が少し高い 3050E モデルですが、Windows 搭載の UMPC 機種としてはパワフルとは言えないチップです。マシーンパワーが必要な 3D の PC ゲームなど、残念ながら快適にゲームができる性能とは言えません。グラフィック設定を落とせば、プレイに支障のないレベルで遊べるタイトルが多いのも事実ですが、重たい PC ゲームを持ち出して遊ぶには少々厳しいです。逆にエミュレータ機として使うなら、PS2 や Wii など多くのタイトルで快適に動作するみたい。RG353P など性能に不満があるならステップアップには良いかもしれません。個人的に気になったのはバッテリー持ちが厳しいことです。ゲームの場合は2時間程度しか持たなくてみるみるバッテリー残量が減っていきます。そして本体は相当な発熱です。壊れるんじゃないかって心配になるぐらい。とにかく重たい PC ゲームタイトルのプレイには向かない機種なので、この点は考慮してメインで遊びたいタイトルの動作条件は購入前に確認が必要です。さて、本体の質感についてですが、見た目は金属っぽくも見えるけど、本体を覆うシェルはプラスチックです。手に持って感じる質感、これは正直に言うと安っぽさを感じます。シェル自体がシンプルな造形なので、大きなボディが
よりチープな印象を持ちます。フェースとバックパネルは4本のネジで固定されていますが、中央部に1本か2本の追加ネジ、または爪で補強が必要だったかもしれませんね。手に持って本体をねじったり、強く握ったりすると、ギシギシと本体から音が出ます。他メーカーの UMPC を所有していないので、比較ができないんだけど、価格が5万円以上なので、少しチープ感とクオリティの低さを感じてしまいます。操作ボタンですが、十字キー、アナログスティック、ABXY ボタンなど、アンバーニック製品としては少し柔らかめ、だけどクリック感や操作性は良好です。ただ、アナログスティックの位置が少し離れているので、操作性が良くありません。十字キー、ABXY ボタンに親指をスライドするのに違和感があるし、ショルダーボタン操作しながらアナログスティック操作すると、なんか指がつりそうです。ホームボタンと Windows ボタンの位置にアナログスティックがあれば、操作性はかなり改善しそうな感じがしますが、とにかく操作性に明らかな影響があって、ちょっと残念な点です。ショルダーボタンはアンバーニックとしては珍しい縦配列ですが、位置や大きさは良いけど、なんか押し心地がすごく悪いんですよね。クリック感があまりなくて、ふにゃふにゃしてます。操作性は悪くないけど、カチカチとしたクリック感、気持ちよさがない。これも手に伝わる質感に影響する点で、残念な感じですかね。アンバーニックとしては、過去最大サイズのデバイスなので、ちょっと経験値が足りてないのかな。そんな印象を受けました。発売前からかなり注目を浴びた Win600。購入しても後悔しない人はどんな人なのか。結論としてはゲームガジェットが好きなマニア層向けと思います。ゲーム用の UMPC としてはやっぱり性能が控えめ。ゲームタイトルによってはまともにプレイ不可能だったりします。エミュレーターが目的であればスペック的にはかなり良いと思うけど、操作性に難ありだし、それなりの知識がないと扱いづらい機種です。メモリやストレージの換装ができて、SteamOS が入れられるとか、ガジェット好きなマニアな人が研究用にいじって遊ぶ目的であれば、楽しめる機種とは思いますが、結局、パフォーマンスを出し切りたいと思うと、メモリーの換装が必要になるし、PC ゲームをたくさんインストールしようと思うと、ストレージが足りなくなるんだよね。外に持ち出したいゲームが Win600 で快適に動作するゲームタイトルであれば、そのゲーム専用端末としてありかなって気もするけど、UMPC 機種の中では安価とはいえ、メモリーなどのアップグレードにかかる費用など、意外と出費が増えちゃうし、ちょっと悩ましいところです。多数の機種の中から Win600 をメインとして選ぶというよりも、ガジェット好きなマニア層のサブデバイスみたいな感じだなってのが私の結論です。ユーザーが入手しやすい性能と価格のバランスを考慮して、相当悩んだ結果が Win600 なんだとは思いますけどね。いずれにしても、他メーカーからも似たようなスペックの UMPC 機種が発表されていますし、今後はこのカテゴリー製品が盛り上がるのは間違いないと思います。はい、そんなわけで今回の動画はアンバーニックの UMPC 機種 Win600 を取り上げました。最後に少しまとめると、メモリーやストレージの換装が可能であり、カスタマイズが好きなら楽しい機種です。SteamOS を導入できるので、ミニ Steam Deck にできるのは良い点だと思います。良くない点は、ビルドクオリティがちょっと不満に感じる仕上がりであることと、操作性がアナログスティックの位置の問題で違和感を感じるのがダメです。あと、ショルダーボタンのクリック感が良くないのもマイナスポイントですね。やっぱりマニア向け、サブデバイスみたいな位置づけの機種なんですよね。とはいえ、現状で入手可能な安価な UMPC 機種は Win600 一択だと思うし、気になっている人は
概要欄に取扱ショップを記載しておくので、予約を検討してみてはいかがですか？なんだかんだ、生産数は少ないみたいだしね。今回の動画はこれでおしまいです。相変わらず動画編集の時間がなかなか取れなくて、ゆっくり更新ですけど、よかったら、チャンネル登録お願いしますね。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ、バイ。